ここが好きだよ日本人へようこそ。日本には古くから道具を大切にする文化が根付いています。スポーツの世界も道具を大事に扱いなさいと教えられますし、匠と呼ばれるような職人は道具を自分の命と同じように大切に扱います。そしてその道具を作るのもまた匠の技を駆使して職人さんが作ります。そうして出来上がった道具は値段が通常より高くても質が高く、一生にわたり使用することができます。今回は日本で作られたある道具を初めて使用した外国人男性の驚きの心境の変化をご紹介します。ボンジョー、僕はアーチュー、フランスのマルセイユ出身の23歳。マルセイユはフランス最大の港湾都市で、長い歴史を持っていることでもあるんだ。フランスはどの街を見ても綺麗だけど、その中でもマルセイユはノートルダム・ド・ラ・ギャルド・ジーンなどの歴史的建造物もたくさんあるし、街並みはとても綺麗で観光地としても有名なんだよね。僕はフランスの文化や料理は世界一だと思っている。観光に来た他の国の人たちにもフランスの文化やフランス料理をぜひ堪能してもらいたい。だから今僕はシェフになるために学んでいるんだ。そんな祖国フランスが大好きな僕の家族もまたフランスが大好き。フランスの良さを他の国の人にも分かってもらいたくて、我が家は僕が小さい頃から留学生のホストファミリーをしていたんだ。いろんな国からの留学生を受け入れてきたんだけど、その中でも僕が高校生の時に日本から来たサトシとは同じ年ということもあってすごく仲良くなった。サトシはフランスの歴史や文化が本当に好きで、学校が休みの日などは2人でいろんな場所を巡ったり、美味しいフランス料理を食べに行ったりした。その頃から僕は将来シェフになりたいと思っていたんだけど、サトシも同じようにフランス料理を学びたいと言っていた。日本人のサトシはとても礼儀が正しくて、部屋の整理整頓も丁寧だった。でも文化の違いなのか生活の習慣で気になることは何点かあったんだ。まずシャワーの時間が長いこと。これは他の日本から来た留学生も同じだったんだけど、とにかくどこをそんなに丁寧に洗っているのと思うぐらいシャワーの時間が長いんだ。あともう一つはリビングや部屋などで普通に爪を切ること。リビングのローテーブルの上で爪を切っているのを見た時には本当にびっくりしたんだ。なんでそんなところで爪を切っているの？爪を切るならバスルームに行きなよ。ママに見られたら絶対に怒られるよと注意すると、サトシはびっくりした顔をしていた。その反応に僕もまたびっくりしたんだ。どこででも爪を切るのも日本の文化なのかな。他の日本から来た留学生も同じようにしていたんだ。フランスでは爪は排泄物という扱いだから、リビングで爪を飛ばしながら切るなんてことは考えられないし、人前で爪を切ることも普通はやらないんだよ。それを伝えるとサトシは知らなかった、ごめんねと言ってすぐにバスルームに行って爪を切っていた。後から聞いたところでは、日本では爪は排泄物という感覚ではないらしく、みんな普通に人前でも爪を切るし、リビングなどでも切るらしい。ただ夜に爪を切るのは縁起が悪いと言われていると教えてくれた。国によって本当に文化や言い伝えが違うんだなぁとその時は思った。そしてサトシは爪を切る道具、爪切りについてもびっくりしたと言っていた。爪切りはどの国でも日本で使っているのと同じようなものだと思っていたけど、これも国によって違うんだね。日本の爪切りはすごく切りやすいし、爪が飛び散ることもあんまりないんだよねとサトシは言った。
僕は日本のことなんてその時はほとんど知らなかったし、もちろんフランスの方が全てにおいて他の国よりも優れていると信じて疑わなかった。だからサトシが日本の爪切りの方がフランスの爪切りよりも使いやすいと言っていることに対して、こいつ何言ってんだろぐらいにしか思っていなかったんだ。高校を卒業するとサトシは日本に帰っていった。日本で料理を学び、いつかまたフランス料理を学びにフランスに戻ってくるからと言っていた。僕もその後シェフを目指し、フランスで料理の勉強をしていた。僕が見習いとして入ったお店の先輩シェフから料理人としていろいろなことを学んだ。その中で料理をするときに使う道具の大切さというものも学んだんだ。そしてその道具の中でも包丁をとても大事にしていた。その包丁は他の包丁とは切れ味などが全く違うと言った。僕はそんなに道具一つで変わるものなのかと最初は信じていなかったんだけど、その先輩シェフの包丁を使わせてもらった時はとても衝撃的だった。本当に切れ味の感覚が今まで使っていた包丁とは全く異なっていたんだ。先輩シェフは一流の料理人になるには一流の職人が作った道具を大切に使うことが大事だと教えてくれた。それを聞いた僕もそんな一流の職人が作った包丁を手に入れたいと思った。どこに行けばそんな包丁が手に入るのかと先輩シェフに聞くと、予想外の返答が返ってきた。なんとその包丁は日本の職人が作ったもので、先輩シェフはわざわざ日本に足を運んで包丁を購入したと言ったんだ。もちろん僕はフランスの職人が作った包丁だと思っていたから、それを聞いた時には本当にびっくりした。フランス料理は世界一の料理だから、その料理を作るための道具ももちろんフランスのものが一番だと思っていたと伝えた。すると先輩シェフからこんな言葉が返ってきた。フランス料理はもちろん世界一の料理だと思う。だが日本料理も同じくらい歴史があり奥が深いし、そして日本のものを大切にする文化や職人のものづくりの技は本当に素晴らしいんだよと話してくれた。僕は今まではフランス以外の国には興味がなかったが、その話を聞いてから日本という国に興味を持つようになった。それと同時にせっかく今まで日本人の留学生のホストファミリーをしたことがあったのに、フランスについて伝えるばかりで日本のことをほとんど教えてもらってこなかったことを後悔したんだ。サトシが日本に帰ってからも料理人という同じ夢を持っていたこともあって、ずっと連絡は取り合っていた。だから先輩シェフから聞いた話をすぐにサトシに伝えた。するとサトシは日本にはとても物を大切にする文化があることや、匠の技と言われるような職人が作る包丁は世界的に有名なシェフにも愛用されているということを教えてくれた。なぜ今までそんなことを教えてくれなかったのと聞くと、サトシは日本人にとっては結構当たり前のことだし、聞かれてもいないのにわざわざ伝えるようなことではないと思ったからと言っていた。サトシはどんな包丁を使っているのかと聞くと、サトシが見習いとして働いているオーナーシェフから勧められた職人さんが作った包丁を使っていると言った。そしてその職人さんの名前を聞くと、なんと先輩シェフが使っている包丁を作った職人さんと同じ名前だったんだ。それからは僕も同じ職人さんの包丁をいつか絶対に手に入れてみせると誓い、日本に包丁を購入しに行くために一生懸命貯金をしたんだ。そしてついに日本に包丁を購入しに行くための旅をする日が来た。サトシがその職人さんのお店まで案内をしてくれることになっていて、日本にいる間中サトシの一人暮らしの家に泊めてもらえることにもなっていた。
そしてサトシの働いているレストランのオーナーシェフのご厚意で数日間厨房にも入らせてもらえることになっていた。日本に着いた日にはサトシが空港まで迎えに来てくれて、その次の日は早速サトシの働いているレストランの厨房に行くことになっていた。サトシの家は一人暮らし用のマンションで、お世辞にも広いとは言えなかったけど、とてもきれいに整頓されていて居心地のいい空間だった。そして晩ご飯にはサトシが日本の家庭料理を作ってくれた。僕も手伝おうとキッチンに立った時、サトシが僕の手を見て言った。ねえ、爪伸びてるね。うちのオーナーシェフは料理人の手にすごくうるさいから、まずは料理をする前に爪をきれいに切った方がいいと言って、僕に爪切りを渡してきた。分かったよと言って爪切りを受け取ってバスルームに行こうとしたら、バスルームはとても狭いから部屋で切ってもいいよと言われた。僕はサトシに背を向けてゴミ箱の上で爪を切ることにした。一つ目の指の爪を切って僕はとても驚いた。爪切りの切れ味があまりにも良かったからだ。しかも切った爪が飛んでいかないように爪切り自体にカバーのようなものが取り付けられている。他の指の爪も切っていったが、何度切っても爪切りの切れ味に何度も驚かされる。僕がフランスで使っている爪切りとの切れ味の差があまりにも大きくて、思わずサトシに大きな声で「何なんだこの爪切り!」と叫んでいた。そんな僕を見てサトシは笑っていた。日常的に利用する爪切りという道具が国の違いでこんなにも差が出るものなんだろうかと本当に不思議だった。それをサトシに伝えると、そうだろう、僕がフランスでアーチューの家の爪切りを借りた時に同じようにカルチャーショックを受けたんだと言った。日本の爪切りと同じような感覚でフランスの爪切りを使ったら全くきれいに切ることができずに逆に驚いたと言った。そしてその話を聞いて僕もその時のことを思い出した。あの時サトシが日本の爪切りの方が切りやすいと言ったことに対して、そんなはずがあるわけないと思っていたが、本当にその通りだった。僕はたかが爪切りと思っていたし、フランスの爪切りに慣れていたからフランスの爪切りに不都合を感じていなかった。だけど日本の爪切りを使ってみると、今までのフランスの爪切りは一体何だったのだろうかと不思議に思うぐらい日本の爪切りは優れていた。サトシは爪切りも包丁と同じ刃物の一種だから、やはりそこにも日本の技術が生かされていると教えてくれた。そしてサトシが貸してくれた爪切りはなんとサトシが子供の頃から20年近く使っているものだという。信じられるかい？爪切りを20年間同じものを使っていても全く壊れていないどころか、フランスの新品の爪切りよりも切れ味がいいんだなんてことを。料理人にとっては料理を切るための包丁はとても大切だ。そして料理をする手の爪の手入れも同じように大切だと学ぶことができた。今回の日本旅行では念願の職人さんが作った包丁を手に入れることができた。それと同時に爪切りも日本で購入した。どちらも普通の包丁や爪切りと比べると値段が高いが質が高く長く使えるという点でその値段以上の価値を感じることができる。本当に日本の匠の技には驚かされるばかりだ。これからはこの道具を大切に使っていきたいと思う。いかがだったでしょうか。日本人にとっては日常的に使うよく見る爪切りですが、この爪切りの切れ味や便利さは実は世界共通ではなかったのです。フランス以外の国の人々も日本の爪切りを使うとその切れ味の良さに驚き、そしてその使い勝手の良さや壊れにくく長持ちすることにも驚きを隠せないようです。こ
れは良いものを長く大事に使うという日本の文化と技を磨いて、より質を高めるという職人さんの思いがあってこそだと思います。このようないい日本の文化を今後も大切にして、そして世界にどんどん伝えていきたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。